皆さんこんにちは。ガジェットジェットのゆけです。さあ今回は皆さんお待ちかねのレグザ2023年モデル最新液晶テレビの Z870M シリーズを TBS レグザ様よりご提供いただきましたので、こちらの実機レビューしていきたいと思います。以前もこちらの動画でレグザの2023年モデル特集させてもらったんですけど、昨年のモデルからかなり進化していそうなんですよね。今からレビューするのめちゃくちゃ楽しみです。というわけで今回はこちらの画質面はもちろん音質面、操作性なんかも徹底的にレビューしていこうと思っていますので、テレビ買い替えたいなと考えている方や、最新テレビがどんな進化を遂げているか気になる方はぜひ最後までご覧ください。今回ご提供いただいたのは2023年4月下旬に発売したばかりのスタンダードモデル Z870M シリーズになりまして、サイズが55インチとなっています。 Z870M シリーズではこの55インチが最小モデルとなっていて、55インチの他には65インチ、75インチのラインナップが存在します。全部で3サイズ展開ということになりますね。そしてこちら大きな特徴として輝度やコントラストが格段に向上するミニ LED と、より鮮やかな色彩を描き出してくれる量子ドットがダブルで搭載されているんですよね。これらの技術、ちょっと前までは各メーカーの最上位モデルにしか搭載されていないものだったんですけど、本機ではスタンダードモデルにもかかわらずこれらの技術がダブルで搭載されちゃっているので、本当にスタンダードかよって思っちゃいますよね。それでは始めていきましょう。でこちらですね、設置の方完了しているんですけど、中にはですねこちらリモコンだったり転倒防止用ベルト、そしてこちら取扱説明書なんかが入っていました。それではまず端子類の方から確認していきましょう。まずこちら背面ですね。下から HDMI 入力1、HDMI 入力2、HDMI 入力3があり、その隣には光デジタル音声出力端子が用意されています。ちなみになんですけど、HDMI2.1 や AMD フリーシンクプレミアムに対応しているのが HDMI1 と HDMI2 のみとなっていて、さらに EARC に対応しているのが HDMI 入力2だけになるので、 EARC や ARC に対応したサウンドバーなどは HDMI 入力2に、PlayStation 5などのゲーム機器は HDMI 入力1に接続するようにしましょう。続いて側面です。下から LAN 端子、その上にはビデオ入力端子、そしてヘッドホン出力端子、こちらが HDMI 入力4、その上にはですね通常録画用の HDD を接続するための USB 端子、そしてその上にはビデオカメラなどの周辺機器を接続するための USB 端子、そしてこちらが BS-CS アンテナ入力端子、そしてこちらがですね地デジアンテナ入力端子、タイムシフトマシン専用の HDD を接続するための USB 端子、その上にはですねタイムシフトマシン増設用の HDD を接続するための USB 端子が搭載されています。続いては Z870M の外観を見ていきましょう。まず注目してもらいたいのがこのベゼルの細さですよね。本当毎度のごとくフレームレスなデザインを採用していて、いい意味でテレビの存在感を消してくれるというか、映像に没入できるデザインになっていると思います。またベゼルの下部はですね、こちらフロントスピーカー搭載されていて、この部分パンチングメタルで覆われているんですよね。これ以前もレビューさせていただいた Z740XS にも採用されていたんですけど、めちゃくちゃ高級感あるんです。リモコンのボタンを押した時に表示されるこちらのリング表示も少し浮き上がって見えるので、ここら辺もしっかりと計算されたデザインなんだなっていうのが分かりますよね。そしてこちらのテレビスタンドは昨年のモデル同様一点支持タイプのメタルスタンドが採用されています。個人的にはこちらのスタンドを気に入っていて、スタイリッシュでデザイン性もいいんですけど、特にこうやってほら55インチと65インチモデルに限ってはこのように左右に首を振ることができるんですよね。これテレビの後ろを掃除したい時や洗い物をしている奥さんの方にテレビを向けたい時なんかはめちゃくちゃ重宝するんです。それでは続いてリモコンの方を見ていきましょう。リモコンに関しては毎度の通り過去番組表だったり、はじめにジャンプボタン、シーンリストなんかのタイムシフトマシン関連のボタンが搭載されていて、特にめちゃくちゃ大きな変化っていうものはなかったんですけど、 VOD のこちらのダイレクトボタンに NHK プラスが新たに追加されていますね。
また好きな VOD を登録することができるマイチョイスボタンもしっかり2つ搭載してくれていて、こちらもかなり親切なんですよね。これがあるおかげで基本的にはほぼ全ての VOD に対応してくれていると言っても過言ではありませんよね。それでは続いて皆さんお待ちかねの画質面確認していきましょう。今 YouTube で 4K 映像を映しているんですけど、これめちゃめちゃ綺麗ですね。そして何よりめちゃめちゃ明るいんですよね。こういった太陽の光なんか本物を見ているかのような感覚に陥ってしまいそうです。というのもこちら Z870M シリーズではミニ LED 搭載しているんですけど、そのミニ LED をより精細に駆動させるためのエリアコントロール数が昨年度フラグシップモデル Z875L シリーズと比べて約3倍にまで増えているんですよね。人によっては3倍だけって思う方いるかもしれませんが、某競合他社だと昨年のモデルから 20% アップにとどまっているので、1年で3倍も増やしちゃうなんてかなり思い切っていると思います。またこちらミニ LED や量子ドットなんかのハード的な技術だけじゃなくてソフト面にもかなり力を入れていてですね、映像エンジンにレグザエンジン ZR を採用しているんですよね。こちらのレグザエンジン ZR があらゆる高画質化処理を行ってくれるんですけど、こういったネット動画の場合、今流している YouTube のこの映像にはどういった映像処理が適しているのか、その場で映像エンジンが解析した上で適切な色濃度や超解像処理、圧縮方式などをクラウド上にあるパラメータをもとに高画質化処理してくれるネット動画ビューティーという機能が搭載されているんです。そのためこういった 4K 映像なんかの高クオリティコンテンツからフル HD などの 4K に満たない低クオリティコンテンツまで高いコントラストと自然な色彩で、表情豊かに再現してくれるというわけですね。実際にこちらの機能をオンオフしてみるとその違いが一目瞭然に分かりますよね。ほんとこういった岩肌の精細感が全く違います。ネット動画ビューティーの力恐るべしです。またですね、こちら Z870M にはおまかせ AI ピクチャーという自動画質調整機能も搭載されていてですね、テレビのこの部分にいわゆる環境光センサーが搭載されていまして、このセンサーが室内の明るさだけではなくてその明かりの色温度まで常に計測してくれるみたいなんですよね。実際にですね、こちらが設定画面になるんですけど、今明るさゲージがこの辺にありますよね。部屋の明かりを消すとほらこうやって、このゲージが下がっていくの分かりますよね。それと同時に画面の明るさも暗くなってきました。この上の曲線、こちらですね。こちらが、画面の明るさを示しているんですけど、これも自分たちで変えることができるんですよね。こんな感じです。はい。で、こうやって、自分好みに追い込んでみるのもいいかもしれません。それでは続いて地デジ放送を見ていきましょう。今、地デジ放送を流しているんですけど、本当著作権の関係でお見せできないのが残念なぐらい綺麗なんですよね。前々からレグザは地デジが綺麗っていうのは言われていたんですけど、今までも搭載されていたこういったテロップに発生しがちなノイズを抑制してくれる地デジビューティーがミニ LED の進化によってさらに磨きがかかっている気がするんですよね。ほら、著作権に引っかからない程度に近くに寄っているんですけど、ノイズが明らかに抑制されているの分かりますよね。地デジってほぼ毎日見るものですし、極力綺麗な映像でストレスなく見たいって方多いと思うんですけど、本当このレベルの精細感であれば全く不満はないと思います。また地デジ放送に出演する演者さんの顔なんかも本当に自然な肌色で描き出してくれているんですよね。これもレグザエンジン ZR に搭載されているナチュラルフェイストーンという人の肌に特化した高画質化技術によるものなんですよね。よく夕方とかにやってる昔のドラマの再放送なんかを見ると、演者さんの肌の色がやけに白飛びしていたり逆に黒ずんで見えていたりしたんですけど、 Z870M で再放送とかを見てもですね、本当自然な肌色に補正してくれているの分かりますよ。実際にこのようにしてナチュラルフェイストーンをオンオフしているんですけど、明らかに違いますよね。カメラ越しでも肌が自然な色合いに補正されているのがわかると思います。やっぱりテレビに一番映るのって演者さんですし、こういった肌に特化した機能を搭載してくれているのも嬉しいですよね。それでは続いて音質面の方を見ていきましょう。
こちらの Z870M シリーズには重低音立体音響システム Z というスピーカーシステムが内蔵されていて、メインのフルレンジスピーカーとトゥイータが左右に2つずつ、低音を担当するウーファーが1つ、そして天井から音が降り注ぐような感覚を与えてくれる上向きのトップトゥイーターが2つの計7個のスピーカーが搭載されているみたいなんですよね。映画館のような臨場感のある音響体験ができると話題の立体音響規格ドルビーアトムスにも対応しているのはもちろんなんですけど、こうやって天井からの音の反射のことも考えられているテレビってそうそうないですから、ここら辺も注目して聞いてみたいと思います。それでは実際に音楽の方を聞いていきましょう。今回はレグザ専用にチューニングしたプニプニ電気さんのデモ音源を流してみようと思います。高性能マイクでしっかりと録音しているので、できればイヤホンで聞いていただければと思います。それではどうぞ。どうですかね。やっぱりこの名前の通り重低音半端なかったです。テレビ単体でこの重低音を出せるのはすごすぎますね。確かに、最近は少しでもテレビの音を良くしようとサウンドバーを別途購入する人も多いみたいなんですけど、音質に関してはエントリーモデル帯のサウンドバーよりも綺麗なんじゃないですかね。重低音もすごいんですけど、全体の音のバランスも悪くないと思いました。ただちょっと思ったのが、テレビの前から移動した時、例えばテレビを斜めから見た時だと音の聞こえがかなり変わってきちゃうんですよね。テレビの真ん中で視聴する時と比較すると、少し音が軽くなっちゃうんですよね。いや、テレビのど真ん中だと重低音のインパクトとか音の繊細さを十分に感じられるだけあって、そこはちょっと残念かなと思っちゃいました。それでは続いて立体音響規格のドルビーアトムス対応のコンテンツを聞いてみたいと思います。やっぱりですね、上向きのトップトゥイーターが2機搭載されているだけあって、この飛行機なんか飛ぶシーンでは真上とまではいかないんですけど、前よりの上空を通っている感覚になりましたね。ただ左右に関しては、多少の音の広がりは感じたんですけど、やはり左右に物理的なスピーカーを設置しているサウンドバーなんかと比較しちゃうと、少し期待外れだったかなと思っちゃいました。いや、それでもテレビ単体でこのクオリティを発揮できるのは素晴らしいですし、これまでテレビ単体で聞いてきた音響としては間違いなくトップレベルではあります。それでは続いてゲーミング機能の方を見ていきましょう。今回は PlayStation 5を使ってこちらのサッカーゲームをプレイしていきたいと思うんですけど、こちら Z870M には次世代ゲーム機には必須の 4K120fps や VRR、ALLM といった HDMI2.1 にもフル対応していますし、表示ずれを起こしてしまうテアリングだったり、カクつきを起こしてしまうスタッタリングなんかを抑制してくれる AMD フリーシンクプレミアムにも対応しているんですよね。HDMI2.1 がテレビに初搭載されているから、約3年が経っているとはいえ、まだまだ搭載している機種が少ないのが現状なんですよね。こういったスタンダードモデルにもしっかりと HDMI2.1 を搭載してくれているのはありがたいですし、ゲーミング機能にも力を入れてるなってことが読み取れますよね。それでは実際にプレイしていきましょう。やっぱり画質が綺麗ですね。コントラストもきめ細やかで、音響自体も観客の歓声に広がりが感じられるので、こういったサッカーゲームへの没入感も上がります。またこちら瞬速ゲームモードといって、ゲームに必要な高画質化処理を行いつつ、画像処理の遅延時間を約 0.83ms に短縮しているんですよね。そういった機能が搭載されているせいか、やっぱり操作していてもラグが一切出なくて、
こういったサッカーゲームもストレスなく楽しむことができます。ネット動画としてはご覧の17サービスに対応していて、主要な VOD にはほとんど対応しているんじゃないですかね。こちらのホーム画面から好きな VOD を選択することもできますし、先ほど説明したようにこのリモコンの VOD のダイレクトボタンから直接その VOD に飛ぶこともできるんですよね。こちらの OS に関してもカクついたり反応が遅いなんてことはないですし、こちらのマイチョイスボタンもこのようにして好きな VOD や外部入力に設定できるので、めちゃくちゃ重宝しそうですよね。そしてなんとレグザでは今年の冬頃に iPhone のミラーリング機能 AirPlay 2に対応し始めたんですよね。これ個人的にめちゃくちゃ重宝していて、スマホで撮影した写真や動画を一瞬でテレビの大画面に映し出すことができるのが超便利なんですよね。この機能に完全対応してくれたのは個人的にめちゃくちゃ嬉しいですね。そしてレグザを象徴する録画機能なんですけど、こちらの Z870M にもタイムシフトマシンしっかりと搭載されているんですよね。タイムシフトマシンは先ほど端子類の確認の時にも紹介した USB 端子にこのような外付け HDD を接続するだけで地デジ番組を最大6チャンネル分丸ごと録画してくれる神機能で、放送後に SNS やニュース、友人との会話などでこの番組見とけばよかったなんて後悔をなくすことができちゃうんですよね。いや、これをスタンダードモデルで搭載してくれているのは本当にありがたいと思います。詳細な設定方法だったりはこちらの動画で詳しく解説していますので、そちらを参考にしてもらうことにして、今回は大まかな機能のみを使っていきたいと思います。こちらに過去番組表というボタンがあるんですが、こちらを押すとこのようにすでに放送が終わっている番組の番組表が出ます。この中から見たかった番組を選ぶだけで、こうして見逃した番組をいつでも簡単に視聴することができるので、一度使うともう病みつきになっちゃうんですよね。また今見ている番組をこの一時停止ボタンで止めることもできますし、こちらの初めにジャンプボタンを押すことで途中から見始めた番組を番組開始時から見ることもできちゃうんです。これが本当に便利なんですよ。リアルタイムに放映されている地デジ番組をまるで VOD みたいな使い方ができるので、本当テレビの常識が覆されちゃいますよね。そしてですね、自分が好きそうな番組やアニメを AI が自動的にピックアップしてくれるミルコレっていう AI レコメンドサービスがあってですね、このミルコレでは自分の好きなジャンルやタレントなど細かく検索できたり、そのお気に入りのジャンルやタレントが出ている番組をまとめてピックアップ、録画までしてくれるんですよね。これまで非常に重宝させてもらっていた機能なんですけど、なぜか去年ぐらいからリモコンにミルコレボタンがついていないんですよね。実はですね、今年からこちらの三昧ボタンに集約されているみたいなんですよね。これめちゃくちゃ使いやすくアップデートされていて、僕千鳥さんが好きなんで千鳥パックをお気に入りに入れているんですけど、この中からですね、例えば自分が録画した録画番組の中に千鳥さんが出演しているバラエティ番組なんかがあると、今ないんですけどね、それを一覧で出してくれたり、それだけじゃなくて、YouTube や Amazon プライムビデオ、DTV などVOD 単位でもすぐに検索をかけてくれるんですよね。これほんとめちゃくちゃすごくないですか？いろんな VOD に加入している人いるかもしれないんですけど、レグザならこの三昧スマートアクセスだけでまとめて検索できるんで、これ本当に重宝すると思います。本当録画機能から AI レコメンドサービスまでテレビ好きの人にはたまらない機能ばかりですよね。さて今回は TBS レグザさんより2023年液晶スタンダードモデル Z870M をご提供いただき、 Z870M の画質面、音質面、ゲーミング機能等を詳細にレビューすることができました。実は昨年度の液晶スタンダードモデル Z770L についても以前レビューさせていただいたんですけど、そちらのモデルには量子ドットは搭載されているもののミニ LED は非搭載だったんですよね。それはスタンダードモデルだからハイエンドモデルとは差別化しないとだもんなって当時も思っていたんですけど、今回はなんとそのミニ LED まで搭載されていて、これ本当にスタンダードかよってツッコミ入れそうになっちゃいました。競合他社のミドルレンジモデル帯ではまだまだミニ LED 搭載していないところ多いですから、そういった点では頭一つ抜きに出てるかなという印象を受けましたね。本当ミニ LED が搭載されて昨年のモデルよりも
輝度、コントラストともにかなり進化したとが見て取れましたし、音響システムに関しても業界トップクラス、ゲームも低遅延でプレイできて、地デージ放送6番組を丸ごと録画することのできるタイムシフトマシンも詰まっているという、ほんと欲しい機能がギュッと詰まった抜け目のない液晶テレビに仕上がったなと感じました。もしこの動画を見て Z870M 気になるよって方いましたら、概要欄に商品リンクとレグザ公式のサイトを貼っておきましたので、そちらの方もぜひチェックしてみてくださいね。また今回の動画参考になった、分かりやすかったって方は、ぜひ高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ガジェットジェットのゆっけいでした。